はい。で湖でちょっと遊んでこじらせカレーを作ります。ああ、湖で遊ぶ。サップです。サップ。シングル用のサップを2枚借りるか、もしくはメガっていう4、5人乗れるでっかいサップ借りようかと思ったら、両方とも埋まっててなくておっさん2人乗り用のサップしか借りれなかったので、タンデムです。落ちないようにしましょうね。もう追ったらややこしいからこれです。でかいな。やっぱすげえ長いなこれ。だいぶ長いな。またサップ初です。サップどころかこういうのにマリンアクティビティみたいな。こんなんは初めて。こんなんすら初めてです。あー気持ちいい気持ちいい気持ちいい。よいしょ。じゃあ出港。はい、気持ちいい。気持ちいいですね。気持ちいいな。ほんまにこけんといてな。俺スマホ持って、お前もスマホ持って、お前ウォーターパックに入れてるやんけ。俺もう直スマホやから。立てます？俺？はい。立てると思うよ。立とうか？真ん中の方がいいですか？なんかちょっとやめましょう。こういやバター、はい、これ、はい、バター絶対こけるわ。さて思ったより不安定なんですね。っていうか、はい、もうこけたらスマホが終わるって考えたらもう無理。もう無理。どっちかに体重かけたらどっちかにこうなるやんか、はい、それをずっとこうやっとかなあかんから、ちゃんと上手い人はこう体幹でちゃんとなすってできんねんけど、あれは膝立ちしたら膝立ち。それで立てる気するかどうかっていうの。無理ですよこれは多分。いや立ったらもう二度と座れないです。ちょっとあっちの方まで行ってみよう。っていうか一回さ、はい、砂のとこにさ、はい、荷物置いて立ちましょうか。ちょっと一回置きに行く、はい、iPhone とか、はい、そっちめっちゃ速いよ流れ。こっち帰ってくるの大変やで。風向きがそっちに向かってるから。全然こけてない。また帰ってこれへん気するな。風向きが向こうだからな。だいぶ大回りしてるな。全然こっち見えへんよ。もう帰ってこれへんかと思ったわ。そやろ。
体幹使う。いやー、意外に今ので5分ぐらいです。5分で足腰バンバンになるなこれ。でもこれ2人立ちはもうやばいな。2人立ちはこけるんじゃん。こけます？やってみる？無理か。やってみる？何やろう。バター巻いて。あ、いけるわ。ほんま行こうか。よかったね。これマジ良くない？ここ。すごい。あとちょうだい。ちょっと先行っちゃいませんか。もらいもんのマッカランが真っ赤なん1000もらって。何年のんですか？わからん。何年とか書いてない。リッチカカオって書いてる。私はハイボールを。うわ、やば。どうした？お値段。あ、値段調べた。はい。なんぼ4万。え4万円。できますね。うわ、もう匂ってくる。すごい。ああ、いい香り。しかもこの刺してこない。4万って聞いてるから匂ってくる感じしてんじゃん。人間とは。お疲れです。はい、お疲れ様です。いやー、ちょっと待って、めっちゃ気持ちいい。ああー、最高です。これ最高です。風気持ちいいですね。いい風吹いとるな。まあ、本来マッカラン、こんないいマッカランハイボールで飲んだらあかんやろけどな。確かに。ストレートなんやろけどな。でおつまみもピザポテトではないんやろけどな。いやー、いいな。これはいいな。そもそもが僕40後半のね、おっさんがビッグ買うって40後半のおっさんか。気持ち的にはもう50って思ってるんですか？まだ思ってないですか？まだ思ってないな。いや、気持ちで言うたら別に48の気持ちじゃないもんだってな。
お前だって40いやもうなんかもう 46?45 です。の気持ち。はいていうか45の気持ちっていうか43ぐらいからもう45の気持ちでした。43から45の気持ち、はいどういうことなんかいやそのなんていうの気持ちっていうのはなんかなんていうの精神がなんかほんま20歳とか、まあ、30歳ぐらいの頃とあんま変わってないというか。ああそうですね。なんか中身はね、それなん43から45の気持ちってもうおい変わらんってことです。43も45も48も50も変わらん心づもりなのかな。50になったらショックですか。50になったらグンってくるんじゃん50っていうのがグンとはくると思うな。40グンってきました。40はそんなクンぐらいクンってきた。でも50はやっぱりグンってくるからやっぱあれ小沢さん今年50。小沢さん今年50よ。今年50ですね、でまだか10月もうあと1ヶ月ちょっとで小沢さん誕生日やん。50やんあの人。やばだほんまだから何年か前にその今田さんがもう俺も50やって言ってついに来た50がって言ってはったのが小沢がその年なんやなって思ったらなんかすごいな。おいくつぐらい違うんですか。今田さん今57とか8とか。7あへえ。俺いくつまでピザポテト食ってんやろ48でピザポテト食ってると思ってなかったもんな。ねいやお前もチップスター食ってるやん。僕まで45ですもん。いや一緒やん。45はでもまだ僕最近グミやめました。それは全然自慢げに言われても全然わからへんけどグミやめました。グミ最近はいで40過ぎてもグミめっちゃ食ってた。いやそれはバターに言われたくないわやっぱりピザポテトのこと。サワークリームオニオンやめたんですか。まだ食ってるんですか。やめてないよあんなうまいの濃い味が好きなんですか。サワークリームオニオンなんかやめられへんよ。カップ焼きそばもできてやめられへんな。別に唐揚げくんだって食うしな。年取ったら余計タンパク質取らなあかんらしいですよやっぱり。あそうなん。魚やっぱ魚。
2号いっちゃうか。いっちゃえ。出ました、こじらせカレー。何人、2人、3人分ぐらい作ろうかな。先にじゃあ具材入れよう。ついに完成しました。こちらこじらせカレーはですね、なんかスパイス系のカレーではなくて、甘み、コク、酸味でほのかな辛み、そういうですね、本当に深いカレーですね。僕の本当に好きな好みの味に仕上げて作りました。でこれルーがですね、フレーク状でして、結構こう分量をファーってこう自分で調節しながら使えるっていうのですごい便利です。でしかも無添加です。無添加なので食べた後になんかちょっとこうしんどくなったりとか、このお腹に溜まりすぎるみたいな、そういう感じがなくって、すごくいいカレーに仕上がりました。これ無添加で作るのって結構本当に手間がかかってなかなかたくさんはできないんで、ちょっとずつ販売していきます。だいたいこれ2500円なんですけど、5、6食分ぐらい入ってますんで、だいたい500円弱、490円ぐらいで1食できます。もうルーにですね、水入れるだけで基本的には完成します。もう味は全部入ってるんで完成するんですけど、お好みでこういう風にいろいろ具を足してみたりとか、この水の代わりに赤ワインを使ってもすごく美味しいです。でですね、本当に一番手っ取り早いんでいくと、ルーに水入れて3分煮込むと完成します。でそこから、3分で10分で30分と煮込めば煮込むほど味がだんだん変わってきて、30分煮込んだやつがやっぱり一番深みがある感じになりますね。で10分だと割とこう爽やかな感じ、ワインでいうたらボジョレ・ヌーボーみたいな感じの爽やかな感じのカレーに仕上がります。今回はせっかくなんでもう30分ぐらいね煮込んでいきます。一旦これで水の状態からね、シーフードの味をここに出していって、でね、これ調節しながらね、水分ちょっと少ないなとか、ちょっとこうシャバッとしてるなと思ったらルーちょっと足すとか、そんな感じにしてもらえるといいと思います。うわ、あそこから月が出そうですよ。これダイヤモンド富士みたいな感じで綺麗ぞ。これめっちゃ綺麗なんちゃう？これすごいぞ。さあいかがでしょうか。あ、いい感じですね。いい感じに焼いております。じゃあここへですね、今日3人分作るんで、3人、そうね、だいたい半分ぐらいかな。これであとはこう濃さをだんだん調節しながらやっていきましょう。もうちょいか。これでね、最初ちょっとシャバッとしてるんですけど、煮込んでいくとだんだんいい感じになってきます。いい感じに炊き上がっとるね。カレーの方うまそう。よし、そしてこれです。シーフードカレー。ほい、焼いてます。
米めちゃくちゃいい感じに炊けとる一切のね焦げ付きなし、ねだいぶ浸水したからな。じゃあ福神漬け忘れた。あんなに大好きなあんなに大好きな福神漬け忘れた。いただきましょう。いただきましょう。いただきます。いただきます。うまい。うまい。うまい。エビが尻尾ごと入ってるから気をつけて。うまい。この濃厚さたまらんくない？うまい。ホタテもええだし出とんなこれ。腹ペコやったもんな。7時40分や。今ですか？うん。早っ。言うたらほぼ1食目ですね。1食目。お菓子食ってましたけど、それ何食ってもうまいけどな。うわ、福神漬け。らっきょう派？いや僕福神漬けです。そうやんな。あれですか？牛丼も生姜バカみたいに。シチューとかハヤシライスには興味ないですか？あるよ、ハヤシライスも好き。こんなに高級じゃないですかこれ。ほぼ一緒。あ、美味しい。久々やな、キャンプでカレー作った。ハイボール合うね。うまい。一気に食ってもな。ご飯残ってるのかな？残ってますね。まだある？あります。じゃあ3人前ですか3、4人前ぐらい作ったな。全部やったらいいんちゃいます？全部は多いわ、さすがに。僕食えますよ。作る？はい、作ってもらえれご飯炊いて。ば。ご飯別にいらない。ご飯いらんの？ご飯別にルーだけでも全然いいですよ。ルーだけでいくの？ルーだけでも全もうでも然。具そんなに驚く？カレーのルーだけ食うのそんなに驚くことですか？酒のつまみにする人いるよな。結構驚くけど。ほんまですか？ルーだけやろ。はい。一応明日のパンがはい。ハンバーガー4枚分あるから、はい。2枚は食ってもいいけど。あ、そうなんや。たまにいるよね。たまにしかいません。だって酒飲みが当てにするっていうのは聞く。僕そんな酒飲まないんで普そうやんな。通にカレーのルーってめっちゃ美味しいじゃないですか。美味しいけど濃すぎるってことですか？具
あんまないけどなくなったけど全然大丈夫？あ、じゃあ作ってもいいよ全然。まあパンもあるし。はい。そうそんなシチューやったら分かるってことですか？うん。何として食ってんの？カレーですよ。そのおかずとしてなのか主食としてなのか。主食ですね。固めのスープぐらいの感じ。シチューって思ってんの？もうシチューぐらいの感じかもしれないですね。じゃあ全然ええよ。もうこれを足したらいいですか？足したらいい。で水入れて、結構な量できるでマジで。はい。いいです。いや俺もな、いやカレー食った後にちょっとだけなんかあとルーだけ欲しいなみたいな、ルーだけっていうかちょっと残ったご飯にルーびっしゃびしゃにしていくみたいなのはあるけど、そう大量にこっからまだそんだけ作ってルーだけでいこうとは思わへんの。ルーはおかずやからおかずだけで酢豚だけ食えるでしょ。いやそれは食えるけどやっぱこれご飯と合わせる濃度というかさ味付けになってるやん。まあ別に人の食に文句はないのよし第2陣いきます。あれがあるんですか？好きな福神漬け。いや大体もう大体でいい。そんなシビアにこれがとかってわけじゃない。そんなもりもり食べるのにそこにはこだわりないですか？いやある程度その赤と茶色とあれじゃないですか。そこも別に味やな。味甘さなんかあんまり甘くないのは好きじゃないかな。なんかストロングスタイル福神漬けみたいなのあるやん。ストロングスタイルの福神漬け、ココイチとかはストロングスタイルですか？ココイチのはどうやろちょっとピンとこないんですけど、なんかあんまり赤くないのに多いかなストロングスタイル。レンコンとか入ってるやつとか。あれなあんま好きじゃない。いや入っててええねんけど、なんかなんなんやろな、福神漬けに関しては毒々しいやつの方が美味しいからカレーは無添加の方がいいけど。うまい。お店によってねきゅうりみたいなのとかあるじゃないですか、黄色いやつ、あんなんは。いやもう赤い方がいい福神漬けは。おいしい。結構びしゃびしゃにしてもうまいからな。何カレーが一番好きですか？言ってもビーフカレーかな。ポークじゃないんですね。なんかココイチとかでなんかベースポークのところ多いじゃないですか。でなんやったらビーフ頼むとか。でも関西のカレーって基本ビーフですね。牛やろ。薄いバラ肉みたいな。なんかイメージポークカレーって色薄めじゃない。ビーフの方が色濃いやんか。色濃いカレーの方が好きやねん。一応おつまみ用にホルモン買ってきたけど。いいですね。後で焼きます。はい。さご飯に対してルーの量少なめのカレー屋さんちょっと残念な感じでありますね。なんでなんてさありますね。そこルー少なくしてなんか、なんかな、多少なんか材料費っていうか、コスト切り詰めてもお客さんがなんかルー少ないと思ったら意味ないやんな。カレーで売ってんねんから。それかまあその店主の人がその量がぴったりやって思ってはるってことなのかな。でもほんまに配分的に
どっちかって言ったらちょっと少ないところの方が多くないですか？おいおい。ね、うん、これはあれですか？徳井家のカレーですか？徳井家のカレーでもないね。なんかなんだろうな。お母さん食べました？お父さん、お母さん。うん。めっちゃ気に入ってくれてた。へえ。なんか自分の家のカレーといろんな店で食べてこのカレー美味しいなって思ったカレーとかとのなんかもうミックス。へえ。よう覚えてますね、カレーの味な。うん。まあ、だって自分が美味しいと思ったカレーやから、覚えてるのか自分の好みの味にしてったらそれになってくから。グループの通販の CM 知ってます？うん、知ってる。すごい不思議じゃないですか。社長って言って。歌手なんでしょ、あの人。演歌歌手やったっけな。夢グループ所属の演歌歌手かなんかな。あの女の人はうん。甘えたことによって、ね、値段が下がったりとかサービスこれつけましょうみたいになってるっていう体でやってはんやろうけど、うん。社長の演技力が伴ってないから。そこまで言うならしょうがないとかねできたらいいんだけどな、ねほんまは。うん今それがまたええ味になってるやん。やっぱ若干肌寒なってたんかな。ちょっと火のあったかさええな。ね。唐揚げ専門だったんです。うん。100g300 円だったんです。うん。で、300円やって、で、僕は、味の違う唐揚げをね、うん。100g ずつくださいって言ったんですよ。はいはい。で、まあ、その唐揚げのね、1個の重さなんて、それはもう、それはまちまちなの分かってるじゃないですか。肉の形違うからな。はい。で、100g ずつくださいって言って、で、そしたら、130g ずつに、130g になるんで、800いくらです。うん。どうします？その時どうします？もう一回言って。100g ずつ、100g300 円。うん。ほんで 200g で600円やと思ってたら800円だってこと？はい。結構な差じゃないですか。そうやな。880円ぐらいかな、税込みで。てか、それ800円で、結果何グラムになってんの？なんかな。130g と 140g かなんかそんな感じになってるんですよ。だからまあ70グラムぐらい多めに入ってて、はい。それがサービスじゃなくて、その分しっかり取られてるってこいや、と？サービスじゃなくてもいいんですけど、よくあるやん、サービスで。サービスじゃないです。サービスでちょっとグラム多くしとくね、みたいな。はい。じゃないです。それね、ちょっと超えちゃって、ちょっと 130g ずつになるけどいいかなとかっていう確認があったら、いいですよって言うんですよ。はいはいはい。これ140と130になるんで、880円ですって言われて、どう思います？確かにな。もしかしたらもうそれでさ、あれちょっと多いな、高いなって思うけど、まあ、えっか、つってみんなが買うから、そういう商法なんじゃやっぱそうですよね。あんなんで。とりあえず多めにいっといて、みたいな。いきなりステーキも少なめに切られたことなくないですか？いきなりステーキ、俺、2回ぐらいしか行ってないから分からんけど、少なめに切るのくそもあんのだって、何百グラムとか。グって言うじゃないですか。ほんなら切りますねって切って、で、測って。そんなとこ見たことないねんけど、いきなりステーキで。ほんまですか？目の前で切ってくれるんですよ。そうなん？はい。で、何グラムか多めに切って、
ですけど、このグラムちょっと超えましたけど、ちょっといいですかみたいな。嫌やって言ったら、それはもちろん細かく切ってくれるんでしょうけど、そんな言う人はまああんまり言わへんもんな。その商法、その商法やったとしたら、その商法って気づかない。嫌やっていうか、ちょっと、値段変わるんやったら、ちょっと切ってくださいって言わはるんじゃん。そのもう、2000円なら2000円で食おうって思ってる人。そういう人はね。いやその商法やったとしたら、バレたらあかんように、ちょっと超えちゃったすいませんけどいいですかとかって言うてくれたら、全然かましまへんってなる。それをもう。かましまへん。なんでそんな、いや、東京の話やろ、それ。東京の話です。それ、いや、それはちょっと超えちゃったんですけどいいですかって言ったら、向こうに、やっぱり、いや、ちょっとそれはちょっと困りますっていう隙を与えるから、やっぱ言わへん。どうせ、その商法するんやったら。なんかあまりにも当たり前のように来たから。はいはい。それはちょっと、あれやな。はい。言うか言わへんかめっちゃ迷ったんですよ。で言わなかったです。200円でしたから。言うてもよかったなって。それはもう思うつぼやろ、それは。200円は多すぎるからはい。まあ、そやな。600円と思ってて800円はちょっと。ねえ。5000円や思って5200円はまだなんか、まあ、ええかって感じはするけど。おはようございます。おはようございます。いい天気や。ね。何に起きたんですか？5時に起きようと思って結局7時過ぎぐらい。これちょっと朝飯作るから、また自分の分片付けといて。
卵の黄身こぼれそうやから気をつけて。すごい。もうあえて味はつけてません。もう素材の、ハムの塩気のみでいきます。シンプル。いや、いい朝ですね、ここは。めちゃくちゃいい野菜。クワガタや。クワガタが歩いてる。何かわかります？これノコギリやろ。この角の形。角の形の話ですか？久々に見た。